はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただきます。2024年がどんな1年かっていうのは前回星からのメッセージとして星の動きを解説した動画を上げていますので、そちらご覧いただいた上で、じゃあ1月はどうかなっていうのをちょっと深掘りしてみます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。わお、いいですね。ストレングスです。いきなりバーンって愛の力、ペンタクルスエース逆、ペンタクス6、ソード3逆、ペンタクスナイトですね。運命のはソード10、気をつけることや対策は忍者とラバーズ、オラクルは太陽です。おめでとうございます。ちょっと私から見ると逆ですけど、でももう太陽がオラクルに出てめったにないですもんね。おめでとうございます。本当に今すごい宇宙の応援が来てるって感じがしますよね。この1月は特に1月の20日以降お誕生日迎える方も出てくると思うんですけども、2月のお誕生日の方もね、やっぱり時代が動く時っていうのかな、そんな感じがして、何か深いところでいろいろね、世の中はいろんな事件というか災害とかもありますけども、やっぱり深いところで私たちの意識が目覚めようとしているみたいな感じがあり、何に目覚めるんですかって言った時に古い自分を壊すっていうことが起こりやすいんですね。なのでこの1月ってそれはみんな万人に起こることなんですけど、特に水亀座の皆さんそれをなんか直で感じられるというか、自分の生き方そのものを変えていく、自分が変わっていくことが社会貢献になったり世の中のためになったり、なんか双方に影響し合ういいなんかエネルギーが来てるんじゃないかなと思うんですけど、なのですごくそこは安心しておいてください。何もないですっていう方はそれだけ別に何もなくていいんですよ。ないことが幸せだからそれはそれでいいし、できるだけ深く自分の意識の中に入って自分像っていうものをまた更新していっていただきたいですし、なかなか自分でそれができないっていう方は周りの出来事とか現実の出来事を通して何かが変わることによって自分も変わるっていうことが起こりやすいんですけど、今このカードで見たところすごく自分の本来の力っていうものでやっていこうとしてるっていう感じがすごく出てて、これはとっても素晴らしいですね。どんな保証があるから大丈夫とか、例えばお金が貯金があるからできるとか、そういうことではなくて、自分の情熱や愛情や生きてる力、生命力みたいなものがあれば、愛の力があれば何だってできる、それを表現していくことが生きることだみたいなのがあり、この2024年を自分なりに自分を納得させるために頑張るぞみたいな、そのエネルギーが今高まってるって感じがするので、すごくいいと思います。そのまま言ってください。そして現実に目を向ければ、お金がかかるなとか、もうちょっと稼ぎたいなとか、何かもうちょっと長く続けられる趣味が欲しいなとか、いろいろ思うと思うんですけど、そうやって考えてること自体がもうすでに何かが生まれてるっていう感じがしてて、とてもいいです。でここまでの流れもいい感じでバランスが取れてる感じがします。ちゃんとやるべきことやってちゃんと収入を得たりとか、自分別に収入だけに限らずなんですけど、自分のために努力したことっていうのがちゃんと返ってきたりとか、誰かのためにやったことがちゃんと分かってもらえたりとかっていう形で、とてもいいバランスが取れてるんですね。だけれどもなぜか自分を責める、なぜって感じですけど、ちょっと見てみます。なぜって感じですよ本当に。ソードのクイーンということで、実際皆さんが感じていようと感じていまいと関係なく、今宇宙からの応援はめちゃくちゃ来てます。自分が心を閉じてたらそれは感じないけど、開けば開くほどその応援っていうのは来てるなっていうのが分かると思うんですね。だけどなぜか傷つきたくないとか失敗したくないとか、あまり急激な変化は嫌だみたいな感覚でちょっと自分を守ろうとしたり、いやいやこんだけいいって言われてるけど私全然じゃないみたいな感じで自分を責めたりとか、そういう気持ちになりやすいかもしれないんですけど、それだけちょっと自分が引いてるってことなんですね。自分の人生を
自分が主役で自分が舵を取って好きなように生きていくんだっていうよりは、なんか何かの人生、誰かの人生、社会的になんか問題をかけない人生みたいなものに自分をなんか収めて、どうなっていくのか見とこうみたいな感じのこう消極性みたいな感じがあるんですけど、もちろんいろんなことに対して不安に感じたりとかね、たまにそうなっても全然いいと思うんですが、本来は水亀座の皆さん今こっちの方が強いんですね。なのでいやいやそんなことないよってこうちょっとハートブレイク昇進したくなる時もあれば、いや頑張るぞってなったり、こういう感じなんですけど、でも気づいてください。もし自分が今私心閉じてるとか、今ちょっと私消極的になってたわっていうことに気づいたら変えれるので、いつでも自分の中にはこの力があるっていうことを覚えておいてほしいんですね。そして、その中で特にちょっと戻りますが、1月11日って新月なんですけど、この新月は水亀座の皆さんにとってはその願いが届くみたいな、現実を変えるっていうよりも、その誰かのために思ったことがすごくいい形でこう広がるとか、その祈りが届きやすいみたいな感じなんですね。だから本当に素直に自分がどうしたいかとか、誰かに対しての優しさとか、そういうのを素直に出してほしいなと思います。でそうすることによってゆっくりですけど確実に何かが動き出しますね。ここでこれはペンタクスのナイトということでゆっくりなんだけど確実に将来を見据えた動きができるとか、何かを始めるって感じが出てます。ペンタクスの9ということでやっぱチャンスですね。人生においてのチャンスがあるって感じがしますね。すごくそれは自分にとってはこれもらっていいのとか、このチャンスを手にしていいのって思うような大きなものかもしれないし、これ本当に合ってるのかなみたいな自分で思うかもしれないんですけど、それは受け取ってください。自分の手でちゃんともらってください。それをやっていいよっていうふうに出てるので、このカードを言ってるように。でその後ですよ、もうまた運命の輪ということでチャンス来たーっていう感じですよね。1月20日以降っていうのは特に水亀座のエネルギーが強くなるので、自分自身がどうあるべきか、自分に焦点が当たるとか、さっき言った自分の深いところの意識が目覚め始める、自己肯定もっと自分の肯定感を高めていく、自己否定してた気持ちを変えていくっていうふうになっているので、そのプロセスがもしかしたらあるかもしれないですね。でこれはとってもいいことなんです。もう本当に何度も言うんですけど、とっても今サポートが来てるいいことなんですけど、もしかしたら水亀座の皆さんにとってちょっと怖いことかもしれない。ちょっと例えば身内の反対に合いそうなことを思い切って言うとかもそうかもしれないし、本当はこんなことやりたかったっていう、例えばお仕事を辞めて何かをするっていうのもすごく怖いと思うんですけど、そういうような感じのことが起こりそうなんです。でこれは別に皆さんに仕事やめてくださいよとかそうやって言ってることじゃないんですよ。自分の意識を変えていくっていうことが起こる1ヶ月なので、何もしなくても例えば深い瞑想をしたり、深くグラウンディングして自分のことを分かってはあってあの気づけたらそれでいいですけど、なかなかそうできない方が多いと思うので、の場合は現実に起きている出来事を通して気づきが来るわけですから、もし何かガーンとかとかっていうことがあったら、それこそ自分の自分の今のこの価値観とか固定概念とかを壊して、どんな風に新しくなろうとしてるんだろうっていうふうに思ってもらったら何の悪いこともないし、むしろそこからものすごい扉が開いていい形で自分が目覚めていくっていうことになるので、そっちに使ってください。なのでとってもなんか生と動がいいバランスであるなって感じがあって、で対策のところでも本当に思慮深く自分の人生を考えているという忍者のカードと、新しいことが始まるよっていうラパーズのカードと出ていて、すごく対照的ですよね。この自分の中を深く見て自分の本当の答えを知る、自分の人生の光を探すっていうのもあれば、誰かと出会う、もしくは一緒に何かをやっていく、人生の初めてのことをウキウキすることをやっていくっていうのもあるので、なんかすごいどっちを信じるかみたいな感じですね。自分のネガティブな自分の自己像を信じるのか、本当に未知の可能性を信じるのかっていうのが今なんか両天秤にかけられてる感じがして、でもうちはもう絶対的に今もうバンバン光を送ってますみたいな感じがあるので、自分の力を信じてやってみてください。
で特にね星メッセの方でも言ったんですけども、去年やってみたこと頑張ってやってみたんだけどうまくいかなかったとかっていうことももう一回うまくやっていくチャンスっていうのはありますし、去年うまくやってまあまあ頑張ってるんだけど思うように自分が思うような結果出せてないっていう方も、そこで頑張ったことが本当に肥やしになってさあいよいよ今年からやりましょうかっていうのもありますので、そういう意味でやっぱりなんか運命の扉が開いていくんだなって感じがします。だから1月すごい重要ですね。だから落ち込んでる暇はないというか、そんな風に自分のことを責めてる暇があったら喜びましょうみたいな、自分にとっていいことをやりましょうっていう感じがしました。もっと自分を信じましょうって感じかな。はい、ということでここまでにしときましょう。なんかもしねこの 1ヶ月でこんなことしようと思ってるんですよとか、もしこうしたいですって前の、星メッセの時もねたくさん書いてくださってありがとうございました。1月運命の扉開きますっていうなんか宣言があればコメントをお寄せください。はい、ということでありがとうございました。もしタロットカード一緒に勉強してみたいなとか先生術にも興味ありますという方はアストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。そして勉強したいわけじゃないんだけどいい時を知りたいとか一緒にお話し会とかそういうのだけ参加したいなという方は LINE フレンズという LINE のメンバーシップもやっていますので、そちらも概要欄から詳細ご覧ください。ということで1月もぜひいい時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。